おっす、こんばんは、ポテトで今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、ジェフの最強育成がしたい今回編やっていきたいなと思います。ちょっとごめんなさい、早朝なんで声あんまり張れないんですが、よろしくお願いいたします。今回はこの男を最強にする回という形でやっていきます。今回編ですね、ちょっといろんな編やれればなと思ってはいるので、ただできるかわかんないんですが、今回とりあえず編やっていきたいなと思います。ちょっと時間がなくてですね、編集は雑になっているかなと思うんですが、検証はしっかりやってきましたので、ぜひ見ていってください。形状法ですね、形状方法はゴールキックをカットしてそのまんま根下をやっていきたいなと思います。ペナルティサークル、ペナルティアークの手前あたりで打っていくような形になっていきます。チャージは普通で固定をしています。キッカーはですね、無料配布のリンクメッシュですね、こちらを使っていきたいなと思います。ブースター込みでだいたい84で能力は揃えて、これを基準としてですね、ここからそれぞれ数値を上げてですね、見ていきたいなと思います。で、パワーゲージに関してはですね、50% から 80% 以上、こちらを見ていきたいなと思います。各30本程度ずつ見てきました。まずはセンス101から見ていきましょう。このセンスがね、どれぐらい影響してくるのか結構重要なところですよね。はい、見ていただきました。50% 以上厳しいのかな。50% 以上はちょっとやっぱり止めらんないのかなって感じですが、こんな感じになりました。正直ですね、やっていて止められる気はしなかったですね。ちょっと難しいのかな。ちょっと他のも見ていきましょう。こっからはディフレクティングをまず見ていきましょう。ディフレクティングに関してはブースターかかんないんですけどね、98の状態になっております。チームスタイルの補正が戻ればですね、99になるって感じですかね。おい、ナイスキー。はい、見ていただきました。割と弾けてたのかなっていう印象ありますよね。確実にセービングの範囲が広がってる感じがしました。はい、こんな感じ。それなりに止めてはいたのかなという感じしましたよね。なんか今までディフレクティングそんなに出なかったんですけど、結果出なかったんですけど、今までのディフレクティングの中では一番いい結果っていういい感じに出てきましたね。これはだいぶ期待ですね。じゃあ次も見ていきましょう。さあ、こっからはコラプシングですね。これ一番期待してはいるんですが、特にキャッチングの数値が大事な気がしますが、どうかな。はいはい、いいね。おお止める。はい、見ていただきました。いや、これ気持ちよく多分 V いっぱい出ちゃってるかなと思うんですけど、いや、明らかにキャッチ多かったですね。いやー、これすごいかも。こうなりました。おー、やっぱいいですね。まとめるとこんな感じ。はい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 。いや、これはかなり分かりやすい結果になりましたね。ちょっと一つ一つ見ていきますか。いや、まずこれは異常ですね。半分以上キャッチしてるってことですからね。で、こっちもね、ほぼ弾きに行かないって感じでしたね。弾く必要がないっていうことかもしれないですね。で、こっちに関してはもう分かりやすく弾きに行っていたなって感じ。で、いろんな弾き方もしてたので、どんなボールとかにも対応できていたのかな、そんな感じはしましたね。で、一方でこっちに関してはちょっと悪かったのかな、いいコースに飛びすぎたのかなって気もしましたね。ただね、センスに関してもね、変な失点とかはなかったですね。あえて変な失点って言ったんですけど、ちょっと気になるところもあったので、いろいろ見ていきたいなと思います。まずコラプシングのところなんですけど、これね、これコラプシング極みなんですけどね、これ何してんのって感じじゃないですか。あんだけキャッチがすごかったのにこれ何してんのっていうね。なんですかね、これセービング下手なんですかね。
そもそもポジショニングおかしかったりするんですけど、ちょっとね。でもまあ毎回じゃないですよ、もちろんね。たまたま出た、これもそうなんですけど、これもねポジショニングおかしいんですよ。まずなんかモーション入ってないんですよね。で蹴った後に急にこうモーション入って、でこれもなんか絶対届いたよねこれみたいな。これ以前ねディフレクティングでもこういうことあったんですよ。なのでこの辺がねセンスの違いというか、センスあるとこれがちゃんと手いいとこに出すとかするのかなっていう気はしましたね。でね、あともう一個これなんですけど、片方は弾いて片方はキャッチしているシーン感じなんですけど、これね皆さんどっちがファインセーブだと思いますか？これ上がコラプシング極み、下がディフレクティング極みになるんですけど、これね、この止めたシーン見ていきましょうか。これ重ねてみると、これボールの高さは違うんですけど位置は一緒なの分かりますかね？これ本当かって思ったあなた、もう一回いきますよ。このボールの影の位置見てください。一致するんですよ。分かりますか？要はですね、これ何が言いたいかって、ゴールキーパーにディフレクティング極みがですね必死に弾いてるのをコラプシング極みはですねキャッチできてるんですよ。これセカンドボールの心配もないですからね。こっちの方が安全に決まってますよね。というところで一旦結論、対今回に一番大切な数値はキャッチングとします。いやーちょっとねいろいろ見ていきましたけども、まあ以前もねこんな結果出したことあると思うんですけど、派手さはないんですけどキャッチもねファインセーブなんですよ。これね皆さんねこれちゃんとねそれを把握しといてほしいなと思いました。まあむしろですね、普段自分が大好きって思ってるのはちゃんと合ってるのかって冷静にね判断するのも大事です。よく弾く方がですね評価されやすいんですよね、派手だから。だけど今回みたいなケースもありますので、ぜひですね皆さんは違いが分かる人になってください。ちょっとまとめておきました。ゴールキーパー1に関してはですね、手の使い方とかがうまい、変なミスとかがねないと、少ないということが言えるのかなと思いましたね。この辺に関してはですね、使っていて分かるかと言われるとちょっと難しいかもしれないですね。安定感を生むようなそんなイメージかもしれません。ゴールキーパー2に関してはですね、これ上げていくとやっぱセービングが上手くなるなっていう感じでした。いろんなボールに対処できるっていう感じでしたね。こんな感じでいろんな形のこうセービングというんですかねをできていたって感じでした。ゴールキーパー3、こちらに関してですねキャッチの範囲がひどくなる。であとは地味だけど一番失点が減ると言えるのかなと思いましたね。こうやって見ていくとですね、どれもそれなりに大切な数値に思えてきましたね。これはこれで良かったですね。でただねやっぱりゴールキーパー3が一番優先度高いのかなというような気はしましたね。でね、あとどちらにしろですね、この公式が言ってるこのキャッチング成功率が上がりとか、これは確実に嘘ですね。キャッチしに行って失敗したシーンなんてまず見たことないし、キャッチの範囲確実に広がってるんでね、今回見る限りね、この辺は知っておくと便利かもしれません。振るとしたらこんな感じかな、とりあえず現状ではって感じですが、こんな形かなと思います。監督のチームスタイルとかも戻ってきて99に乗るようにコラプシングを多めに振って、でセンスとディフレクティングに関してはですね、あまりそちらにこだわんなくてもですね、ある程度止めてくれそうな感じがしたので、コラプシングとキャッチングがあればですね止めてくれる感じがしたので、こんな形で、ただ低いとですねちょっと気になっちゃうなとは思ったので、これぐらい上げておくとちょうどいいのかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。でちょっとねここおまけなんですけど、50% ミスってですね、パワーゲージミスって 50% 以下になっちゃったやつですね。これ結果から言うとですね、これ全部止めてました。これセンスもディフレクティングもコラプシングのやつもですね全部止めてましたね。逆に言えばですね、ペナソトからのコンカとかの場合は少なくとも 50% 以上を蹴れないとまず入らないよということ、ガチスカ級のキーパーだったら入らないよということは知っておくと良いと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか皆さん。この
の結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。よろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。タレントポイントももうすぐ終わりますけども、いやこれまたちょっと延長になってくんないかなとね一体はしていますが、全ユーザーがねこれ結構期待してると思うのでやってくれそうな気もしますが、どうなんでしょうかね。期待しすぎずに期待していきましょうというところで、今日はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。